メキシコの死者の日日本版がお盆です。死んでから全てを反省する。その時では遅い。輪廻転生の理由を聞かれたことがある。俺はなぜだか知ってるんだ。皆さんこんにちは。ミステリーマーブルです。今日は風の時代の愛の形ボリューム4をお話しします。高評価の韓国ドラマトッケビマイディアミスター私のおじさんを取り上げますよ。今日8月14日はここ日本ではお盆休みの真っ最中。メキシコの死者の日はディズニー映画Remember Me で一躍有名になりましたよね。その死者の日の日本版がお盆です。個人に思いを馳せる点では同じで、メキシコではパレードをするところ、日本では盆踊りをします。そっくりでしょ。ご先祖様の霊をもてなし、一緒に過ごして送り出します。旧暦の7月15日、新暦では8月15日にするところが多いようです。そんなお盆にぴったりのイケオジ2人を韓国ドラマから見つけてきました。イケメンは10代から30代、イケオジは40から60代。まずトッケビで気になった愉快なセリフ。主人公トッケビは運命を謙虚に受け入れ、たくましく生きるしっかり者のトッケビだ。冗談めかして言いながら人の生きる指針を示しているようです。死神はこう言います。死んでから全てを反省する。その時では遅い。面白いでしょ。韓国の死神は命を奪うのではなく、死者を迎えに来るだけであの世の使いというそうです。情に脆い面があり、死者から連れて行かないでと頼まれるとそのまま引き返したという話がたくさん残っているのだそう。そして韓国のトッケビとは古来から伝承されている不可思議な力を持ついわば幽霊で、人間に福をもたらすと言われています。特徴としては1、角はなく、2、遊ぶことや幼稚ないたずらも大好き、3、そばが好物でそば畑がトッケビのヒーリングスポット、4、記憶力が悪い、借りたお金を毎日返すなんていう愉快なことも。いかがですか。トッケビってなんだか可愛くて憎めない存在でしょ。そんなトッケビコンユさんと死神イ・ドンクさんのファンタジーラブストーリーがドラマトッケビです。おすすめのためにあらすじをざっとご紹介すると、高麗時代の英雄だったキムシンは王の嫉妬から逆賊として命を落とします。けれど神の力によって不滅の命を生きるトッケビとなりました。永遠の命から解き放つことができるのはトッケビの花嫁と呼ばれる存在ただ一人。900年も生きたトッケビは現世に花嫁を探しにやってきます。ひょんなことから一緒に住むことになった死神は、感情表現は乏しいけれども実は純粋で天然。トッケビと死神は男同士の熱い友情であるブロマンス、ブラザーとロマンスを掛け合わせた言葉ですねを展開。協力しながら花嫁を探すという物語。このドラマの魅力は脚本家と主演のイケオジコンユさん、女性脚本家のキム・ウンスクさんは視聴率の女王。出演俳優を次々に大スターにすることでも有名。トッケビのキャラクターとして他にはいないと5年もの間コンユさんにラブコールを送り続け出演させたとか。声色、表情、仕草、佇まい、本当にトッケビにぴったり。コンユさんは身長184センチ、大人の落ち着いた雰囲気とどこか可愛さのある俳優さんで、ユニセフの特別代表も務めています。同じおじさんでも違った魅力を放っているのがマイディアミスター私のおじさんの主演イ・ソンギュンさん。
通の方はご存知かと思いますが、ドラマコーヒープリンス1号店でコンユさんとも共演されています。カンヌでパルムドールを受賞したパラサイト半地下の家族にも出演しているので、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。マイデアミスターでは厳しい現実を全身で耐える冷たくてタフな女性イ・ジアン・アイユーさんを相手に道理にかなった人生を生きる普通のおじさんパク・ドンフンを演じています。お盆にぴったりのセリフがこのドラマにも出てくるので、今日の締めにご紹介しますね。ドンフン、イ・ソンギュンさんと酒場の女主人ジョンヒをナラさんとの会話。ドンフンがこうこぼします。輪廻転生の理由を聞かれたことがある。俺はなぜだか知ってるんだ。そこは家じゃないのに家だと勘違いしてるんだ。だから戻ってきてしまうということ。どうすれば生まれ変わらずに本当の家に帰れるのかなと尋ねると、ジョンヒはやだわ、わからないの、生まれ変わらずに家に帰る方法とじっとドンフンを見つめます。誰かを憎む気持ちを捨てて惜しまずに愛を与えれば、懐かしくて美しい私の星に行けるのよと答えるのでした。偏見の目にさらされる人にどうアドバイスしますか？逃げてもいい。おまけの付録レビュー。今日は大人のおしゃれ手帳2021年7月号よりキッピスのハンディ扇風機。扇風機がすっぽり収まるポーチ付き。3回前にご紹介したプーさんの扇風機みたいに折り曲げてデスクに置くこともできます。首から下げればハンズフリーで風を受けられますね。特徴的なのはこの蓋。この蓋を開き、コットンにアロマオイルを垂らせば風がいい香りに。おまけでついてきたロシャスガールのオードトワレを垂らしてみたんですが、いい香り。風が涼しく感じます。ブランド名のキッピスとはフィンランド語で乾杯、一日の終わりの乾杯って開放感がありますよね。そんな日々のご褒美感覚でアロマなハンディファンはいかがでしょうか。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。